はい、今回は整数分野でユークリッドの誤助法の証明およびそれを使ってこちらの分数を規約分数に直すということを目標としてやっていきたいと思います。はい、まずは156を120で割ってみますね。そうしますと、こういう筆差の形作ります。で、まずここに来る数、これは当然1と分かりますよね。ということは 120×1 がここに来ますから120。そして引き算をして36ということで、この筆算の形を見ることで 120×1 プラス36ですね。こちら余りと呼ばれるものでしてね。これが156になるんだということですね。120は割る数です。そして36が余り。で、156は割られる数でしたね。はい。で、ここでですね、この割られた数と割る数の最大公約数、これをちょっと求めてみようということなんですね。やっていきますよ。まず、こちら2で割れますよね。そうすると78と60、さらに2で割れますので39と30。今度は3ですね。13と10ということで、ここでストップですね。したがって 2×2×3 イコール12。これが最大公約数であるということがわかります。そして次に今度はね、120と36、割った数と余りですね。これの最大公約数もちょっと計算してみようということなんですね。はい。これ、まずは2で割れますよね。そうすると60と18。もう一回2で割れますね。そうすると30と9。で、今度は3で割れます。10と3。ということで、ここでストップなので、最大公約数はやっぱり12ということで、同じ最大公約数が出てくるんですね。これはね、最大公約数がたまたま一緒になったのか、偶然なのか、それともちゃんと理由があって、必然的に同じ数が出るのかということなんですけれども、割られた数と割る数の最大公約数。はい、割られた数と割る数。こちらの156と120ですよ。それの最大公約数と、今度は割る数と余りですね。こちらの最大公約数。これが同じになる。実はこれは必然なんですね。必ずそうなります。では、なんでそうなるのかということを、証明していきたいと思います。はい、では、証明をしていきます。正の整数、ラージ A、ラージ B。今ね、ラージ A の方が大きいというふうに置いておきますね。なので、A を B で割った小を Q。それから余りを R と置きます。そうすると、先ほどのね、筆算の形に当てはめてみますと、こういうふうになりますよね。ラージ A が割られる数、ラージ B が割る数です。そして、このラージ R が余りでしたね。なので、こちら、この式の形に当てはめてみると、BQ プラス R。これが A になるということですよね。はい。そうすると、これ、ラージ R なんですけど、今ね、割り切れない形に限定して話を進めたいと思いますので、0より大きい、必ず余りが出るということにしたいと思います。そして、もちろん割る数よりは小さい。なので、B より小さいということになりますよね。はい。で、これから何を言うか確認しますよ。目標は、A と B の最大公約数。つまり、割られる数と割る数の最大公約数。それから、割る数と余りの最大公約数。B と R の最大公約数。この2つが同じ値になるということを証明したいんですよ。で、最大公約数、これ名前つけておきましょうね。G1。こちら右側の方は G2 ということにしたいと思います。なので、これから言いたいのは G1 イコール G2 を言いたいんですね。
はい。では、答案に戻りますよ。A と B の最大公約数を G1 と置きました。したがって、こういうふうに表せるんですね。ラージ A を G1 で割った小をスモール a と。ね。そして、ラージ B を G1 で割った小を、スモール b と置きました。当然、この G1 は最大公約数でしたから、ね。A と B はもう公約数は入ってないですよ。ね。1以外に公約数ありません。よって、A と B は互いに素であるということが言えますよね。はい。で、B と R、ラージ B とラージ R についても同じことが当然言えますね。C と R は互いに素であるということです。はい。これでね、準備は完了です。では、式を立てていきましょう。はい、まずはね、G1 について話をしていきたいと思います。はい、G1 なんでね、丸2と、そして丸1を使います。どういうことかっていうと、このラージ A とラージ B ですね。これが AG1 と BG1 で置き換えられますよね。うん。ただね、今このまんまだと、左辺と右辺に G1 が分かれちゃうんで、片方に寄せましょう。どういうことかっていうと、丸1の両辺からこの BQ を引いてやります。したがって、R イコールと書けますよね。そして、ラージ A から、引くことの BQ であるということですね。はい。そして、このラージ A のところ、ね、このラージ A の代わりに AG1 を置き換えます。もちろん、今度はラージ B のところに BG1 を置き換えると。そしたらね、次に何ができるか。ね、できることを常に考えるといいですね。何ができるかっていうと、これ G1 でくくれますよね。はい。そうすると G1 でくくって、括弧の中は A-BQ である。はい。ここで、ね、出てきた式を一回読み取りましょう。ね。これどういうことを表しているかっていうと、丸4からわかることは、G1 は R の約数ですねと。だって、この括弧の中は整数ですよね。ということは、余りのラージ R は G1 で割り切れるということです。はい、ここでちょっと記号をね、導入しますね。N は M で割り切れるということを M バー N。割る数が左側、割られる数が右側です。ね。なので、G1 は R の約数ってことは、R は G1 で割り切れるということなので、こちら G1 バー R ということですよ。ね。R は G1 で割り切れる。で、そもそもですね、G1 ってどんな数だったかっていうと、これ A と B の最大公約数だったんですね。だから最大とはいえ公約数、約数なので、当然 G1 は A を割ることができるし、B を割ることもできるということですね。うん。で、丸4から G1 は R の約数ということは、分かった。そしてよく見ると、R と B をこれ G1 が割ってるんですよね。ということは、G1 は、ね、B と R の公約数、最大かどうかはまだ分かりませんよ。ただ、両方とも割れてるんで、ね、B も R も G1 で割れているので、割り切れているので、公約数であることは言えそうですよね。うん、で、公約数で最大なのは今 G2 と、ねこちらで定義してますよね。だから、G1 も G2 も B と R の公約数ではあるんだけれども、G2 は何といっても最大なので、ね、G1 と G2 を比べたら当然これは G2 の方が、大きい、ね統合も含みますが、ねこのように表せますよねということですね。はい、で、これでね、G1 小なりイコール G2 という式が導けたんですね。はい、じゃあ今度は G2 を使って丸1の式を変形してやると何が言えるのかなということを考えてみましょう。ねはい、丸1、丸3ですね。今度は丸3使いますね。
そうすると、B と R がG2 で表せるということですよね。で、今度はB も R もね、丸1の右辺にありますから、さっきみたいにBQ で引くとか、そういうことをやる必要はないみたいですね。はい、では、丸1の式にそのまま使いますよ。B のところには CG2、それから R のところには RG2、これを置き換えることができますよね。で、次に何ができるかなと考えましょう。これ G2 が共通なので、くくり出すことができます。括弧の中に入るのは CQ とプラス R ですよね。で、ここで出てきた式をさっきと同じように読み取りましょう。これ G2 は A の約数ということがこのことから読み取れますよね。だって G2 にこちらの整数をかけてやると A になるわけですから。だから割り切れてるんですよね。ただそもそも G2 ってどんな数だったかっていうと、ここにありますよね。B と R の最大公約数。ね。G2 はラージ B とラージ R の最大公約数でした。公約数なので、これ、B を割り切れる数でもあるし、ラージ R を割り切れる数でもある。で、この丸6から分かったことは、実は G2 は A の約数でもある。ね、だから A を割り切ることもできるということですよね。で、次に何を考えればいいんですかね。今やりたいのは G1 との比較です。ね、こちらの G1 との比較です。で、こちら丸6から A の約数であることが分かりました。ね、で、G1 との比較をしたり、G1 は A と B の最大公約数でしたよ。ね、なので、今度はこの2つですね。A と B。ね、これについて、書いてやればよい。だって、G2 は A の約数でもあり、B の約数でもあるということなので、A と B の公約数ですよね。最大かどうかは分かりませんが、公約数であることは確かだということですよね。はい、そのことを書いてありますね。丸6から G2 は A の約数でありますよねと。そして、そのことから G2 は A と B の公約数ということが分かりますねと。もともとね、G2 は B の約数ということはもう、これ条件からね、決まってますからね。こちらね。はい。ということで、A と B の公約数といえば、最大のものが G1 なんだということで、じゃあ G1 と G2、ね、大きさ比べたらどうなるかっていうと、G1 が最大公約数なので、大なりイコール、ね、G1 大なりイコール G2 ですよね、ということですね。ということは、はい、丸5と丸7ですね。これが共に言えてるわけです。これは何が言えるかっていうと、はい、この目標がもう言えてるんですね。はい、丸5、丸7より、ね、A と B の最大公約数と、こちら G1 と、それから G2、ね、B と R の最大公約数、これが同じ値になるということがここで言えたということですね。はい、これで証明は終わりということです。そこで先ほどの計算したものの式にちょっと戻りますね。割られる数と割る数の最大公約数、それから、割る数と余りの最大公約数。これを計算したら、両方ともね、最大公約数が12になって同じ数になったと、一致したと。ね、それは必然ですよってことで、その証明をさっきやったんですよね。はい。で、ここで今度は、120を36で割っています。そうすると、当然、こちらね、上に来るのは3ですよね。で、108、引き算をして12と分かります。だから今度はね、120が割られる数で、36が割る数と役割をちょっと入れ替えました。なので今度は余りが12ということですね。
式で表すと、このようにね、表せますよね。はい。じゃあ、今度はあえて、この36と12、ね、この2つで最大公約数を求めてみようと。ね、はい。そしたら、当然これ同じ数が出てくるはずですよね。だって、割られる数と割る数の最大公約数と、割る数と余りの最大公約数、これ一致するはずでしたからね。はい、じゃあ確認しますよ。36と12、これをまず2で割りましょう。18と6、さらに2で割りますね。9と3。そしたら今度は最後3で割って3と1。ここでストップですね。はい、確かに、ね、一致しますね。ということで、ね、36は最後割り切れるんですね、12でね。はい。そしたらね、これ何が言いたかったかっていうと、まあ、さっきと一緒で割られた数と割る数の最大公約数、ね、これが割る数と余りの最大公約数と同じになるってことを、まあ、もう一回、確認したんですけれども、このことを続けていくとですね、まあ、イコールでつながっていくので、どんどんこの2組の数が小さくなってますよね。だから扱いやすくなっていくんですね。この左側のこの式の計算、結局こちらじゃなくて、右側じゃなくて、左の計算の作業、この割り算の作業を続けていくことで、どんどん小さくなって最後こう割り切れる形になっていくということで、このことを利用することで、とても大きな数の自然数の最大公約数、ね、これもいちいちこういうふうに素因数分解を使ったりせずに見つけることができるようになりますよということなんですね。はい、では、3007と1649、この2つの最大公約数を今ね、得た知識を使ってやっていきましょう。はい、どうするかというと、まず3007を1649で割りますよ。そうすると余りが1358です。ということは、3007と1649の最大公約数は、1649と1358の最大公約数と同じだということですね。はい。で、今度は1649を余りだった1358で割ってやります。そうすると今度は余りが291ですね。で、まだまだ続けていきましょう。1358を291で割ってやる。はい、そうすると今度は余りが194。まあ、これでね、3桁3桁ですから、だいぶね、ちっちゃくはなったんですが、まだ余りが出てますので、さらに割り算を続けていきます。はい、291を194で割ってやる。はい、そうすると、今度は余りが97。まだ余りがありますので続けますよ。194を97で割ってやる。そうすると今度は割り切れて余りが0になります。97を2倍したものが194なんですね。ということは、194と97の最大公約数は当然97ですね。はい、これで、ね、3007と1649の最大公約数が97ということが分かりましたねと。余りが0になるところで判明するということですね。で、まあ、このやり方でもいいんですけれども、どうせこれ割り算するときに筆算とか使いますよね。なので、最初から筆算の形でやっていけないかなということなんですね。ここに最初の筆算書いてますね。で、これにですね、こういうふうにつなげるんですね。で、こちら左側に何を置けばいいかっていうと、これは当然、さっきの割り算の余りなんで、1358を置いてやればいいですね。で、割り算をやってやる。ね。小が1。で、1358を引いた余りが291だと。じゃあ、次は同じようにまたね、こういうふうに線を引いて割り算をしてやればいい。で、今度は291の隣、左側に来るのは194ですよね。はい。このようにしてやる。
でさらにね、どんどんやっていく。そうすると、この0が出てくる時が来ますね。はい。0が出てきた時点で、これは97が最大公約数だということがわかるということですね。これとても楽だと思います。これおすすめですね。はい。それでは、いよいよね、目標とする問題の解説に入っていきます。これね、規約分数に直せということなので、通常であれば、ね、小さい素数、2ぐらいからね、分子と分母が同時に割れる数を探していくんですが、これなかなか出てこないんですね。わざとそういう設定にしてあるんです。じゃあそういう時はどうするかっていうと、この分子と分母の最大公約数をもうユークリッドの誤乗法を使って求めちゃおうと。で、求めた後でこの分子と分母、この分母と分子ですね。分母と分子をそれぞれ割ってやれば、いきなりね、規約分数に直せるじゃないかということなんですね。はい。では、最大公約数を探していきましょう。はい、でも、やることは一緒ですよ。さっきとね。はい、まずは割り算します。ね、このようになりますね。はい、そしてさらに割り算をつなげます。1641がここに来るんですよね。はい、で、今度はこの1094が余りですから、またこの左側にこうつなげていればいいですね。はい。こうなりますね。はい、で、今度はまだ547ありますから、547で1094を割ってやる。ね、はい、こうなりますよね。はい、そうすると、ここで0が登場します。ということは、最大公約数は547だと、ね、いうことがわかるということですよね。はい。なので、これ、当然、分子と分母、両方とも必ず547で割り切れるはずですから、頑張って割りましょう。そうすると、分子は38で、分母が117ということがわかります。したがって、はい、規約分数は117分の38だということがわかるわけですね。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。